皆さん、おはようございます。なんと当たらないで有名な大阪湾クルーズが当たったんです。500人程度の定員に対して5万人ほどの応募があるそれはレアなイベントなんです。毎年あるんだけど、サンフラワー、名門太陽フェリー、阪急フェリーがあって、私は船子が来る阪急フェリーに当たりたくていつも応募していたんですが、まさか当たるなんて夢のようです。9時からの受付開始ですが、少し早めに泉大津フェリーターミナルにやってきました。中に入ると4人ほどの人が並んでいましたよ。8時55分頃に受付を済ませ、2階の待合室へ移動です。もらった書類の中に大阪湾クルーズのクイズラリーの用紙がありましたので、スマホで調べて完璧です。9と10は後で修正しました。さて、10時になりましたので乗船です。もちろん先頭です。待合室の2階から乗船口の3階へエスカレーターで上がっていきます。お願いします。大阪湾クルーズは短い時間ですが、やっぱりフェリー乗船はドキドキします。少し早歩き気味ですが、早く乗船したいと足が勝手に進みます。お願いします。乗船しましたよ。もうすぐ船子に会えると思うとドキドキしてきました。船内に入ると奥にはゆるキャラが3人いました。船子はどこに？これが泉の山荘吹き抜けのエントランスです。あ、船子が7階にいるのを発見。急いで階段を上がって会いに行かなくては。他のところには見向きもせず船子に直行だ。7階まで一気に階段は辛いけど会いたいという気持ちが大きくて楽に上がることができました。わあ、船子がいましたよ。船子ちゃん、こんにちは。船子ちゃん、こんにちは。よろしくお願いします。今日は当選挨拶を交わし、握手もしてくれました。かわいいな船子。今日はお仕事頑張ってくださいね。7階から下の様子を見ている船子。船子が踊ってるよ。船子また後でね。バイバイ。5階のショップ前のワゴンには阪急フェリー特製ベーカリーショップが出ていましたよ。ここのパンはとても美味しいんです。私は船子のクリームパンをゲット。ショップもこの通りオープンしていました。関西のお土産をはじめ、九州のお土産も置かれていました。船子のオリジナルグッズがたくさんあるんですよ。なかなか他のフェリーにはないこれだけのオリジナルグッズ。船子好きな私は嬉しくてたまりません。乗船すれば必ず買う船子の美味しいクッキー。たくさん売れていましたよ。オープンスペースのお部屋を見に行ってみましょう。まずはスタンダード洋室です。このお部屋は1万円以下で使えるお得なお部屋です。2人で乗船すれば上下で使えるので、半個室のような空間です。こちらはスタンダード和室です。ドライバールームのスタンダードシングルです。デラックス洋室4人用です。
スイートです。何この広さはさすがロイヤル。こちらがゆったりできるスペースで、ベランダもついています。奥に寝室があってこちらにもテレビがあります。ユニットバスではなく豪華な仕様です。こういうイベントでない限り一般では撮影ができない大浴場へ行ってみましょう。やっぱり阪急フェリーの大浴場はいいね。泡風呂も最高なんです。そして露天風呂がもうたまりません。こちらが展望デッキです。かなり広く座ることができるスペースもあります。デッキの後方にある大きな煙突がとても迫力があります。煙突のことをファンネルと言います。ファンネルの前に排ガス浄化装置がある変わった形状です。7階から船内を見た感じです。6階の船首にある展望ルームに行ってみましょう。ここは本当に見晴らしも良いのでおすすめな場所です。6階からエントランスを撮影してみました。普段のフェリー旅では見ることができないこの人だかり。お部屋で休むことができないのでみんなエントランスにいるからでしょうね。天井に放射線状に広がるレストランはなかなかの良いデザインではないでしょうか。撮影しててそう思いました。目の前に船子が登場してくれましたよ。船子が休憩のために7階の控室へ移動です。ここが控室です。船子がリフレッシュをして再登場です。これはもうアイドルの出待ちですね。さてそろそろ11時なので出港です。デッキに上がりましょう。あいにくのお天気ですが、雨が降らないだけでもよしとせねば。これが今回の大阪湾クルーズの航路図です。ロープが外され出港です。約2時間の大阪湾クルーズに行ってきます。お見送りありがとうございます。なかなかこういう昼間に乗船できることがないのでとても貴重な体験です。皆さん、思い思いに手を振られていました。こういうのはなんかいいよね。ターミナルから離れていくシーンも夜とは違った感じでなんか新鮮です。泉大津港を離れ、関空沖へフェリーは向かいます。それにしても大阪湾の海の汚いこと、周りの子供たちが汚い汚いと言ってました。海上保安庁の巡視艇が4機の放水銃を使って放水のデモンストレーションをやってくれました。放水ということでカラーの海水だと思ってましたが、ただの海水でした。それでも放水はなかなか見れないので良い思い出になりました。海上保安庁の乗組員の皆さん、ありがとうございました。さて、お待ちかねの昼ご飯のお時間です。軽食とアナウンスされていたのですが、結構な種類を提供してくれるんだなと感心しました。通常と同じようにカウンターにはおかずが置かれていましたが、
誰も取らず一体何を食べるのかなと思ってました。私は昨日から決めていた牛丼を頼みました。こんなに具を入れてくれるんだとびっくり。さすが阪急フェリーさん、ありがとう。これは美味しそう。こちらにある焼きそばやフライドポテト、皿うどんはほとんど減っていなかったです。皆さん何を食べるのかと見ていたらカレーが多かったように思います。牛丼には味噌汁がついていました。さて、いただきます。この肉の量はすごくないですか？少し甘めですがとても美味しい牛丼でした。焼きそばは麺が細くソースがよく絡んで美味しかったです。ごちそうさまでした。さすが阪急フェリーさん、美味しかったです。船子もレストランから出てきましたよ。何か食べたのかな？何度見ても船子は可愛いな。エントランスのステージでは数字マジックショーがやっていました。いろいろなマジックを披露していただきとても楽しかったです。やはりこういうイベントは楽しいよね。これが私が購入した船子クッキー、そして船子ポーチ、船子のクリームパンです。家に帰ってから美味しくいただきました。じゃんけん大会に参加して見事勝って記念品をいただきました。まさか私一人が勝ち残るなんて思ってもいなかったです。これが商品の船子クッションです。やったー。デッキに出ようと思ったら雨でデッキには出れなく残念。まもなく泉大津フェリーターミナルへ到着です。船は90度旋回し、船尾から入港です。神道橋がかなり近づいてきました。本当に楽しい大阪湾クルーズで最高でした。最後に海上保安庁の海丸、泉大津のオズミン、高石市のテニョン、大阪府のモズヤ、そして阪急フェリーの船子が勢ぞろいしてくれました。やっぱり船子が最高だな。これは殿堂入り決定。ほとんどの人が下船しましたので、そろそろ私も下船です。ありがとう船子、そして仲間たちまたね。ありがとうございます。イベントとはいえ、やっぱり下船は寂しいね。阪急フェリー泉、今度乗船しに来ますね。それまでお元気で。令和8年度大阪湾クルーズの関係者の皆さん、本当にありがとうございました。楽しい一日を過ごすことができました。また次回も申し込むぞ。帰りにはなんと船子のクリアファイル、船子のトートバッグ、海上保安庁のタオル、保冷バッグ、オズミンのノート、高石市のうちわをいただきました。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。